るせえな。なんでコンプレッサーの音がここで動くんだよ。さあ7月26日、ちょっと曇ってきちゃったけれども、一応暑いわ。今日は今29度ということで、やっと梅雨も明けて夏到来か。ということは夏といえばチューブかヤシオファクトリーっていうことで、今日のテーマは見ろ、ラジエーターです。この車は今年作った車なんだけれども、ラジエーターがどこの製品かわからないけれども、アルミ製のラジエーターがついてるんだけれども、多分これ中国製のアルミのラジエーターだと思うんだけれども、いつだったっけかな、5月の終わりのスゴーのレースで水温が上がっちゃって全く回転を上げて走ることができなかったので、ラジエーターを交換してバッチリ8000回転まで回すという、そういう企画です。今日ラジエーターを交換して火曜日にテストしてどうなのか、すごいまたテスト企画です。ということでラジエーター交換始まるぞ。さあラジエーターが外れました外したラジエーターはこれですね。これはアルミでできた3層タイプの、ラジエーターですね。ここに3種類ラジエーターがあります。こっちが純正のアルミ1層ですね。でこれがヤシオファクトリーの、スーパーライトラジエーター2といって、これは銅の2層です。でこれがスーパーライト R ラジエーターといって、これ銅3層なんですけれども、ターボの場合フロントに絶対インタークーラーがついてるっていうのは基本的に定番なので、インタークーラーが前置きになった時点でこのタイプですね、銅3層、このラジエーターが必須になります。皆さんねちょっとね勘違いしてる部分があって、アルミのラジエーターが冷却性に優れてるという認識があって、アルミは軽いとかね、そういう風な形でアルミのラジエーターをつける方が多いんですけれども、実はアルミのラジエーターというのは、
例えばエンジンルームとセパレートしたところにラジエーターが置ける場合、レーシングカーなんかはそういう作りですよね。エンジンルームとは違うところにラジエーターがあったりとか、風の流れがすごくいいようにな場所にこう設置してるタイプでしたら、アルミのラジエーターっていうのはものすごく性能を発揮するんですよ。それはなぜかっていうと、熱伝導がアルミっていうのはすごくいいんです。シフトノブでアルミのシフトノブつけてる人っていると思うんですけれども、夏は暑いし冬は冷てえというそういう代物ですよね。だからシフトノブにはあまりアルミっていうのは合わないんですけれども、時々稀に、アルミのシフトノブとか使ってる人いますけれども、そういうわけなんです。で逆にこんな狭いところにエンジンルームがものすごい暑い状態であるのにもかかわらず、アルミのラジエーターをつけるイコール、要するにエンジンルームの熱をラジエーターが吸収しちゃうわけです。だから水温がすぐ上がってサーキットで走れなくなっちゃう、そういう現象が起きます。で、ヤシオファクトリーっていうのは、このチューニング業界にこうラジエーターを知らしめた、第一人者なんですよ。これね、知る人はみんな知ってます。で、俺が推奨するのはこの銅という銅3層、このタイプですね。これは、これが水管といって、この中に水が通るようになってるんですけれども、でこのギザギザした部分がこれ放熱finといって、ここに風が当たってここが冷やすことができて、この中の水を冷やすと、そういう仕組みなんですけれども、これは、銅と真鍮でできてるこのフィンは銅なんですね。でこの水管と言われてるチューブはこれ真鍮をハンダメッキしてあるものなんですけれども、銅という金属の性質上、自己放熱性っていうものがあって、自分の中に熱が加わった時に、それを放出しようという性質があるんです。ですから銅のラジエーターっていうのは、狭いエンジンルームの中に置いた時に性能を発揮するという、そういう性質なんです。だからヤシオファクトリーは銅のラジエーターを推奨してんですよ。これはもうね、サーキットを走るためには絶対この銅3層っていうのが必要なんです。しかもこの上下を樹脂タンクに、したことによって、相当これコストダウンができたんですね。そういう代物ですね。これもあるメーカーの担当者と考えて作った商品なんですけれども、これをつければ、水温に悩んでる車は一発で解消するという代物です。しかし雨が降ってきちゃったじゃねえかよ。さっきのアルミのラジエーターと比べると実にこう純正っぽくていいよね。自然でね、最高だわ。
ーター交換終わりました。なんだよこれ、土砂降りじゃねえかよ。サマーって感じはほどほどしないですね。NVCS の音がうるさくて俺の声が聞こえないかもしれない。ラジエーターのエア抜きをするときはヒーターを全開にして一番温度上げてね。それでエア抜きです。である程度2000回転ぐらいまで回転を上げて水の流れを良くしてそうすることによってエアが出てくるという仕組みです。もう今30分ぐらいやってるんでほとんどエアは抜けてます。はい、見てくれこの太陽、ふざけやがって。作業が終わって今着地したのに晴れた。つくばコース1000にいますけれども、ちょっと今路面がまだ濡れてるので最初にですね水温のチェックです。
ジエーターのテストも今日実装で走ってきました。普通にグリップだけだと水温全然上がりませんでした。87とか6とか、ちょっとドリフトもちょこっとだけやってみました。まあそこそこの上がりで何周走っても90度ぐらいっていうことで、やっぱり銅の3層はすごいっていうことです。それとですね、ヤシオファクトリーがこのラジエーターにかけるその意気込みというか、それはですね、もともと俺はですねラジエーターの修理をやってたんですよ。それでですね、このチューニング業界になんとかこうラジエーターのその流れを作りたいかっていうことですごいその布教活動をずっとやってました。いろんなチューニングショップにラジエーターをタダでこれ使ってって言っていろんなとこやってたんですよ。それでですね、当時サンデーレースが結構盛り上がってて、オプション2の初代編集長の正斎藤と、新潟の駒形と、俺の3人で結構いろんなサーキットを走ったりしてて、岡山の当時は TI サーキットだったのかな、名前は。行く、途中の新幹線の中で、正斎藤がこんな風に言ってきたんですよ。岡村さんのところ意外となんか暇みたいだよね。なんかこうラジエーターでなんかこう一発盛り上げようとしてるんだけどなんかないかなみたいなことを正斎藤が言ったんですよ。それはですね、当時ですね、稲田大二郎が、ヤシオファクトリーのなんか居心地がすごく良かったらしくて、毎日のように遊びに来てたんですよ。当時は、首都高の回数券っていうのがあって、今みたいに ETC もなくて確か400円だったと思うんだけれども、その回数券を買うともっと安くなるわけね。でそれを2枚持って新木場からうちに来るわけですよね。でそれで1枚使って帰りにもう1枚で、それ以外1円もお金を持ってこなくて、だいたいいつも11時ぐらいにはうちに来て、で昼時になるとだいたいカツ丼と焼きそば。結構大ちゃんあの頃いくつだったんだろう、60ぐらいだったのかな、60ぐらいだったと思うけど、結構食欲があって、それも金は払わないと。うちの従業員に確かショートホープだったと思うけども、ショートホープを買ってこいって。当時ショートホープって10本入りなんで2個買って150円ぐらいだったと思うけど、そのお金も払わないと。でそれを延々とずっと繰り返してて、夕方になって仕事が終わる頃になると、自分の赤の14を岡村これちょっとこういう風にしてああいう風にしたいって言って、ずっとこういじってたっていう思い出があるんですけれども、そういうことを正斎藤は多分大ちゃんから聞いてたんですよね。それで岡村さんかわいそうだなと思ってそういうことを言ってきたんだと思うんだけれども、でその時にたまたまあるメーカーがアメリカ向けに、シルビア用のアルミ2層のラジエーターを、200台キャンセルになって、それをうちに買ってくれないかっていう話が来てて、とりあえず買ったわけですよ。そのラジエーターを使って、オプション2の関東見開きですね、すごかったあの時、スーパーライトラジエーターっていう名前で売り出したんですけど、もう破格の値段だったと思うんだけど、いくらだったかちょっと忘れちゃったけど、あの頃は
斉藤とよく、六本木のキャバクラみたいなところで遊んでたので、1台7000円とかセット料金が確か7000円だったんだよね。そんなノリで7000円儲かりゃいいやみたいな感じでやりだしたのがバカ当たりしたんです。でそれでですね、それを皮切りにヤシオファクトリーの黄金期が来たんですよ。当時1月が100台、2月が200台、その3月300台っていうそういう目標を設定したんですけれども、実にもう4月5月になったらもう400とか500とかじゃなくて600、700台とか、もう6月はもう1000台ぐらい売れちゃって、7月8月なんてもうブレイクして1500台とか売れちゃってね。いやそりゃもうね、毎朝8時半ぐらいから夜中はもう12時過ぎまで、ヤシオファクトリー当時もう完全にブラックでしたね。佐川急便が12時に、チャーターで荷物を取りに来て、それを荷物を積んで、それで、仕事終わりみたいな、そんな、バブル期があったんです。平成10年ぐらいだったと思うけどな。その前にその200台のラジエーターを完売して、これマサ斉藤と祝杯あげようっていう話をしてて、その前からねちょろちょろ祝杯はあげてたんですけれども、新潟の駒形もうちに来てて、マサ斉藤がその時、300キロの FF300 キロの最高速のテストをするっていうので、1週間前にカニを食べたと。カニを食べたんで、岡村さんこれ300キロのテストが終わったら飲みに行こうって話をしてて、俺と駒形で会社で待ってたんですけれども、マサ斉藤は帰ってこなかったんですよ。っていうのは、そのテストが終わってマサが乗った週に、マサは帰らぬ人となりました。あの時は本当に衝撃的で言葉が出ないっていうのはこういうことだよね。テストが終わったっていう電話があって、これからちょっと俺の企画だから最後に1本走ったら帰るねっていう言葉が最後にそれで終わりました。もう何年前だかちょっと忘れ、平成10年ぐらいだったと思うんだけれどもね、そういう思い出があるラジエーターバブルだったんですけれども、たった1年半ぐらいでそのバブルも終わりました。っていうのは、俺とメーカーの担当者で手塩に育てたラジエーターがこれだけ売れたっていうのに、メーカーが売らしてくれって急に言い出してきて、最初俺が持ち込んだ時にはね、話を持ち込んだ時には、そんな夢物語は付き合いませんで剣もほろろに言った会社が1000台1500台って売るようになったら速攻で売らしてください、冗談じゃないよって話になったんだけれども、そういうことで、企業ってそういうことですよね。そっちが売るようになって、俺もあんまり力も入らなくなって、今では、中国製の安売りのアルミのラジエーターに押されちゃってるという現状です。でもね、うちはいまだに銅3層、スーパーライト R、銅2層スーパーライト2、これはいまだに販売してます。ですから皆さんうちの
ホームページピピッてやれば出てきますから。ということで、ラジエーター物語、結構俺も壮絶な人生歩んでんですよ。あれね、3年続いたらね、今頃俺はシルビアのアンダー鈴木の車と同じぐらいのを作ってたと思うということで、ラジエーター物語終わります。